IoT なり DX スタートしようとして一番悩まれるのはどうつなぐんだと。まずはここなんですよね。工作機械そのものにも操作パネルがついていて、そこでメニューを押せばですね、今何をやっているか、いくら例えば部品を作ったかとかですね、どのプログラムが今稼働しているのか、それは全部見えますが、それは目視できるという話であって、実際それを別の場所、そこにデータをちゃんと自動で貯めて、そして解析して必要な情報をこう分析するといったようなツールっていうのは各加工機メーカーさんが出されてたりはするんですけど、加工機メーカーをこうまたいでですね使えるようなものっていうのはなかなかまだ世の中にはないと。 HMI であればその HMI 側のその処理というか見せ方変えればいいだけですよね。だからそういったところではすごく機動的に見たいものをスピーディーに対応できるといったようなこう、分散型というんでしょうかね、そういったところのメリットっていうのがやっぱり大きいですよね。よく工場の中ですと日報とかっていうのがあると思いますけど、1日1回やってチェックしましたとかですね、そういったことを手作業でやられている工場っていうのはまだまだ多いです。そういったところを自動化して工場のワーカーさんはもっと人でなければできないといったようなことにシフトして、その自動でこんなチェックなんていうのは自動化してしまうみたいですね。あとモーターのですね絶縁がどうだとかですね、そういったようなこう日々チェックしていくようなアイテムっていうのはいくつかありますけど、そういったところも自動化していくとか、あと、壊れる前にチェックするとか部品交換するとかメンテナンスするとかっていった用途ですけど、これは結構試していってですね、この情報を見ることで、機械のダウンタイムが減るんだとかっていうのは、まずはそういった生産性の工場、遊んでる機械を見つける。何か削ってなければ価値を生んでないわけですね。遊んでるっていう話になりますね。だから遊んでる機械がどれなのか、メンテナンスで止まってます。不意のメンテナンス、それも計画的なメンテナンスじゃなしに不意に止まっちゃいましたみたいな、チョコ艇とかドカ艇とか言われるものですよね。生産ラインのボトルネックはどのマシンなのか、生産性の向上のために確認する、そのためのデータを見たい、稼働を見たいっていうお客様のご要望、どうしてもその段取りが、工具の取り替えとかワークの変更とかですね、そういったところで、止まってしまっているといったものを見直したりとかですね、現場で見えるようになった後、それを全社展開していくときにその HMI 側のデータをさらにより上位でですね集約していくといったような、そういったようなツールというかシステム連携が必要になってくると。いった時にですね、やはりその上位のソリューションをお持ちのベンダーさんとやっぱりパートナーシップを組むっていうのはやはりポイントになってくるかと思うんですけど、そういった視点でいうとやはりシュナイダー様ですとですね、 HMI の上位としてブルーオープンスタジオとかスキャダ、いい製品をお持ちですので、その先を見据えた工場現場の導入の次のステップを見据えた展開ができるというのが1点目で、2点目は海外ですね。日本国内の工場よりやっぱり海外にもうすでに展開されている自動車工業の自動車業界などが典型例ですけど、中国、メキシコ、もちろんヨーロッパやアメリカ北米にもですね展開されてますけども、シュナイダーエレクトロニック様はワールドワイドにビジネス展開されておられて、我々として今後その海外展開をしていくといった点でもぜひ一緒にですねそういったお客様のニーズを満たしていきたいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いしますといったところです。